はい、皆さんこんにちは。KM のガジェットチャンネルです。今日のテーマはですね、このハーウェイの、P30 Pro、こちらについて話をしていきたいと思います。で内容的には、カメラは、いろんなところですでに YouTube とかサイトなどで紹介されていますので、実際の使い心地っていうところにですね、そこに焦点を当てて話をしていきたいと思います。内容的にはこの13の項目について順番に話をしていきたいと思います。で今、私が使っているのが Galaxy Note 8ですね。Note 8、そして iPhone の10、この端末を使っていました。で、ここに、この P30 Pro を、購入した理由としては、やはり、カメラですよね。望遠と、あと夜間での撮影、これが非常に優れているというところで、2018年はスマートフォンを買わなかったので、約2年ぶりぐらいにスマートフォンを買ってみました。それでは順番に見ていきたいと思います。まず1つ目は画面内指紋認証です。まず P30 Pro の設定を持ち上げて起動するという項目をオンにしていますので、持ち上げたと同時に、この指紋認証の場所が浮き上がります。で、ここの部分をタップすると、はい、一瞬で立ち上がります。はい、でこの画面内指紋認証ですね、実際に使えることによって、メリットがある、点を実際の場面で見ていきたいと思います。はい、ではロック解除について見ていきたいと思います。まず、iPhone 6 Plus ですね、昔はこういったことで、指紋認証で、解除できたわけですよね。でその後 iPhone XS になって顔を、その方に向けていないと、パスコードを入力しなければいけないということになりました。で Galaxy Note 8について見てみると、これも同じように、顔認証なので、パスコード、ピンコードを入れなければ、解除ができないと。そして、P30 Pro ですね、動かすとこの指紋のところが出てくるので、これで一瞬で解除できるということですね。画面の中に指紋の認証を組み込んで、画面をディスプレイを広く使えるということで、やはりこれが最終形なんではないかと思います。で、ここからポイントなんですけれども、カメラをね撮るときにこの、端末を持ち上げて起動というものと、あとはこの顔認証を組み合わせることで、例えばですね、こう見るですね、こうやって今この画面まず閉じてますよ。まず画面が、閉じてます。はい。そして、こうするともう起動してるんですね。どういうことかというと、画面を持ち上げると同時に端末が起動し、そして画面を見つめることによって顔認証でロックが解除されます。はい、でこれをできることによってある弱点が埋まるんです。というのは、Galaxy のですね、場合のポケットから取り出して、映そうと思った場合はですね、ここの、右側についているボタン1個だけですね、ここをダブルタップすることによって、カメラを起動することができました。はい。で、P30 Pro に関して言うと、この右の側面がこのボリュームボタンと、あと電源ボタン、これ右側に全部集中してるんですね。左側には何もないんです。で、写真を撮影しようと思った時に、この電源ボタンダブルタップであればまだ押しやすかったんですが、ボリュームダウンボタンをですね、ここを2回押すことによってカメラが起動するという、そういった仕組みになっています。で、ここのボタンはですね、結構底が浅いんですよね。深く結構押すよりは浅いので、結構押しづらいんです。一言で言うと。で、ところが、今回この画面を持ち上げて起動する、見つめると同時に起動するということによって、起動ができるので、特にもう何も触らなくても、ただ顔に持ってくればですね、通常写真撮るときって顔持ってきますよね。被写体を捉えるために。なので、その自然の一連の動作の中で、カメラの起動ができると。それはもちろん初めにカメラをですね、起動しておいた状態でスルーピンさせておくっていうことが必要なんですが、それを使うことができるというところは結構便利ですね。iPhone X の場合どうだったかというと、iPhone X の場合、持ち上げて起動するということはできるわけですね。でただ、カメラを起動するためにはこのスワイプがですね、必要でした。これがあるかないかで結構カメラってね、撮るための手間
すぐ撮りたいっていう場合が多いと思うので、そういった面から言っても大きなアピールポイントかと思います。で、あと日常使いでは、例えば Twitter とか YouTube とかのアプリの起動、動作に関しては非常に満足しています。特に Twitter の起動がですね、早くて、こんな感じですね。一瞬で立ち上がるんですね。次に、ポケモン GO について見ていきたいと思います。さあ、左側が iPhone X、真ん中が30 Pro、右側が、Galaxy Note 8になります。はい、という順番でした。はい、では次に、トルネの起動について見ていきたいと思います。さあ、左のところがぐるぐる回っていますが、ここが一番早く同期するところは P30 Pro でした。iPhone X とか Galaxy Note 8とかで全然不満がなかったんですが、一旦こっちに慣れてしまうと、30 Pro に慣れてしまうと、やっぱ30 Pro の方が早いなっていうのが、明らかにわかるぐらい体感できます。ということなので、Galaxy Note 8や iPhone X など、2017年の8月9月に、出た端末から買い替えようと思っている人も、十分、進化がですね、感じられるようなスピードになっているかと思います。はい、次にですね、広角ズームですね、これについて話をしていきたいと思います。P20 Pro の方でももうすでに実装している機能ですが、広角ズーム、広くそのシーンを撮りたいといった場合も結構あるんではないでしょうか。実際広く、360度に近いものを撮ろうとするとパノラマ撮影などはありますが、実際そこまで撮影しなくても、広く 0.6 倍ぐらい、広くですね撮りたいという場合は結構あるものです。一例としてですね、柴又の山本邸というところですね、これ iPhone X で撮った場合と、あとは30 Pro、広角で撮った、これだけ広さが違います。月の50倍ズームに関しては、もともと用意してある画像を差し替えているんじゃないかっていうぐらい思うぐらい、非常に綺麗に撮れています。で月が綺麗に写ってる月は日は何度でもやっぱり撮りたくなるぐらい綺麗に撮れます。はい。で、あとは、UI として、画面分割がですね、めちゃくちゃやりやすいです。アプリが画面分割に対応しているときに、この3本指で上にシュッと上げるとですね、そうするともう画面分割が立ち上がります。そして、一旦×にして、もう一つの方法ですね。ここの指の関節を使ってシュッと真ん中に引くと、そうするとそれでももう画面分割になるんですね。で、Galaxy Note 8の場合には、ここのボタンですね。このボタンを長押しすると、画面分割が立ち上がるということで、ここでアプリリストで選ぶという形ですね。というわけで、ひと手間、省ける UI ということで、かなりおすすめの機能です。はい、で次にスクリーンショットとスクロールキャプチャー、これについて話をしていきたいと思います。まずスクリーンショットは、ここの関節のところで、押すだけでもスクリーンショットが撮れました。はい、そして、スクロールキャプチャーに関して言うと、この状態で S の字を書きます。そうすると、はい、これ自動でスクロールキャプチャーが始まっています。で、止めたいときにはタップすると、そこまでが自動的にスクロールキャプチャーで撮れます。本当に簡単ですよね。おそらく最小の手順でスクリーンショットとスクロールキャプチャーが撮れるという UI ですね。この UI は本当に素晴らしいと思います。そして画面内録画に関しては、2本をタップします。そうするとここで、録画がもう開始されています。これも最小の手順ですね。はい。で、あとは、どんどんいきますけども、外で使った場合の、画面の見やすさ、太陽がね、の光で反射して、Galaxy Note 8は非常に見にくいんですね。で、iPhone X は、見えるんですけど、そこまで見やすいってことじゃないです。で、このハーウェイの P30 Pro は、もう、太陽光の下、はっきりくっきりと見えるので、これはもうびっくりしました。だから外で使うには、非常に、使いやすいなと思いました。結構ね、重要なところですよね。外でね、風景とかを撮るときに、どう撮ってるのか見えないっていうところはね、ちょっと結構影響が大きいので、あまり言われてないところですが、大きなメリットだと思います。で、あとね、ズームした時の動画撮影。これは、最大ね、
10倍まで撮影ができます。動画ですと、最大10倍ですね、ビデオにして撮れるんですが、これは、10倍とかね、撮ると、やっぱ手ぶれが半端ないです。手ぶれが半端ないので、例えば運動会とかでこうやってぐーっとこうやってね、こうやって追っかけようとすると、かなり震えてしまいます。この通常の1倍でね、撮影をした時に関しては、さほど手ぶれっていうのはない。むしろ、手ぶれ補正が効いてるなというところなんですが、ズームした時はまだ、手ぶれ補正というところは効くということはないですね。だからそういった運動会とかで遠くのお子さんを撮りたいとかいう用途にはまだ向いてないのかなというふうに思います。はい。では実際の動画で手ぶれ具合を見ていきたいと思います。これが5倍の撮影時ですね。で、この後10倍。これじっとしているんですが、これだけ手ぶれしています。で、被写体が動いて、それを追跡していくと、かなり、手ぶれが発生してしまうことが容易に想像できます。背面のですね、この裏側の、ツルツル感ですね。これにちょっとお話をしていきたいんですが、このツルツル感が結構すごいんですね。例えばこれぐらいの角度で見ると、こう滑っていくわけですよね。これを、同じ形で、Galaxy Note 8やっていきたいと思います。はい。結構落ちないんですよね。iPhone X ですね。こう置いてみたいと思います。割と滑れますよね。はい。というわけで、この30 Pro は結構裏がですね、ツル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 してるんですね。なので、あと結構重さが本体 189g あるので、落とした時に、怖いというところで、今も購入しているのがシュピゲンのこの TPU ケースですね。で、この TPU ケース、ただですね、ここってかなり厚みがあるんですよね。はい。で、本体が 189g で、このシュピゲンのケースが 32g あるので、合計すると 223g になってしまいます。なので、だからといってね、ちょっとケースをつけないというと、このツルツル滑る感じからすると、ちょっと怖いなというところですね。はい、で、次の、違いとしてですね、iPhone X とか、10S の、ポートレート撮影ですね。10R はちょっと違うんですが、10S に関して言うと、ポートレート機能に関して言うと、特に1倍、3倍とかって調整できないので、だいたい2メートルぐらいの被写体に関して撮れるというようなことですよね。で、10で、P30 Pro に関して言うと、ポートレート撮影でも、1倍、3倍、じゃあ2倍ですね。1倍、2倍、3倍というところで、結構遠めの距離にいる、人物の撮影も、できます。なので、そういう機会が多い方に関しては、ポートレート撮影をする機会が多いのかなというところですね。はい。で、次に、エッジディスプレイの使用感について話をしていきたいと思います。この Galaxy Note 8でね、結構ね、ご反応、サイドを握ってると、ここが反応してですよ、ここが反応して中のね、操作してるのが効かないとか、いうことがあったんですが、例えばですね、このホームボタンで、今がっちり側面を、押さえてます。その状態でこれをやってもですね、このスワイプの上の効かないんですね。で、こうすると、こうやって効くので、やはりこの側面を押さえてるっていうことによって、他の操作が効かないということが実際に起こります。はい、でその点に関しては対策は2つあります。1つは、このシュピゲンの、2つあります。1つはこのシュピゲンの、ケースですね。こういったケース、側面のサイドを覆うケースをつけること。それによって、こう側面が反応しないようになるので、大体多くの方は、これで解決するんではないかと思います。ただどうしても裸で使いたいという方に関してはアプリがありますね。こちら5タップ防止で検索をしていただくと、出る、アプリなんですが、ここでですね、ブロックを開始するというところで、まずこのスライドでサイドが効かない範囲をですね、調整できるんですね。こういった線が出てくるので、アプリのですね、これ5タップ防止で検索すると、出てきます。これで、ここのサイドのところを右左それぞれ、
反応しない範囲を設定できるので、それによって多少、誤反応をですね、防ぐことができるかと。はい。あとはですね、地味に嬉しい機能としてグローブモードというのがあるんですよね。で、普通、手袋をつけているときは反応はしないんですが、これ設定をオンにするとですね、手袋をつけていても、こういった形で、動かすことができます。はい。これ冬場結構嬉しいですよね。通常ね、それに対応した、手袋をはめなければ、動かないところが、このグローブモードという設定でオンにすると、動かすことができます。これだけね、分厚い手袋になってくるとさすがに無理なんですが、通常の毛糸のね、手袋ぐらいであれば、手袋をつけたままでも、操作することができます。はい、以上、12の項目について見ていきました。実際私の方は、Apple Watch を使っていて、しかも、Apple Watch をですね、セルラーで、単体で使うという環境が必要なので、完全にハーウェイの方に乗り換えることはないんですが、10と、あとは30 Pro と、当分は2台使いでいこうかなと思っています。で、カメラに関してはもうほぼ、P30 Pro ですね。で、もし次買い替えるとしたら、動画の撮影が、手ぶれが、なくなった時、それを運動会用に買ってみたいなというぐらい、それぐらいもうかなり極みに達しているのではないかと思います。非常に満足度が高いです。はい。ではですね、今日はこの辺で動画を終わりたいと思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。もしよかったら、チャンネル登録お願いいたします。では。はい。では最後に、Galaxy Note 8、そして iPhone X、そして P30 Pro で、撮影した写真を、お見せしながらお別れしたいと思います。